今日は警察から通知があるか、明日は取られた金が返るかと、その当座は毎日そのことばかり話し合っていました。ところが、5日経っても10日経っても、一向音沙汰がないではありませんか。無論、その間には、主任がたびたび警察へ出頭して様子を尋ねていたのですけれど、なかなか金は返ってきそうもないのです。警察なんて実に冷淡なもんだ。あの調子ではとても泥棒は捕まらないよ。主任はだんだん警察のやり方に愛想を尽かして、刑事主任が横柄なやつだとか、この間の巡査があんなに請け負っておきながら、近頃では自分の顔を見ると逃げ回っているとか、いろいろ不平をこぼすようになりました。そうして半月と経ち、一月と過ぎましたが、やっぱり泥棒は捕まらないのです。信者たちも寄り合いなど開いて大騒ぎをやっているのですが、何分そんな宗師の信者のことですから、さてどうしようという知恵も出ないのです。そこで取られたものは取られたものとして警察に任せておいて、改めて寄付金の募集に着手することになりました。そして例の主任の巧みな弁行によって相当の成績を上げ、結局予定に近い寄付金が集まって、増築の方は計画通りうまくいったのですが、それはこのお話に関係がないから略するとして、さて盗難事件から2月ばかりの後のある日のことです。私は少し所用があって、A 市から5、6里隔たったところにある Y 町まで出かけたことがあります。Y 町には近況でも有名な浄土宗の寺院があるのですが、ちょうど私の行った日には1年に一度の盛大なお説教が始まっていて、7日の間とか、その寺院の付近一帯はお祭り騒ぎをやっているのです。軽業だとか因果物師だとかの掛け小屋がいくつも建てられ、いろいろな食べ物や玩具の露店が軒を並べ、どんちゃんどんちゃんと大変な騒ぎです。用事を済ませた私は別に急いで帰る必要もなかったものですから、時効はのどかな春のことではあり、陽気な音楽や人生につられて、ついその盛り場へ足を踏み入れ、あちらの見せ物、こちらの物売りと、人だかりの後ろから覗いて回っていたものです。あれは何でしたっけ？確か歯の薬を売っているヤシの人だかりだったと思います。大きな男が太いステッキを振り回してなんだか喋っているのが大勢の頭の隙間から見えていました。それがいかにも面白そうなので、私は人だかりの大きな輪の周りをあちらこちらと一番よく見えそうな場所を探し歩き回っていました。するとね、その見物の中に混じっていた一人の田舎紳士風の男がひょいっと背後を振り向いたのですが、それを見た私はハッとして思わず逃げ出そうとしました。なぜと言って、その男の顔がいつかの泥棒にそっくりだったのです。ただ違うところは、巡査に化けていた自分には、鼻の下から顎から一面に髭を生やしていたのが、今はきれいに剃り落とされていた点です。ひょっとしたら、あれは顔形を変えるためのつけひげだったのかもしれません。実に驚きましたね。しかし、一度は逃げ出そうと身構えまでしたのですが、よく先方の様子を見ますと、別段私に気がついた風でもなく、また向こうを向いてじっと中の演説を聞いていますので、まずこれなら安心だと、その場を去って少し離れた
おでん屋のテント張りの後ろからそっとその男を注意していました。私はもう胸がドキドキしているのです。一つは怖さ、一つは泥棒を見つけた嬉しさでね。なんとかしてこいつの後をつけて住所を確かめ、警察へ教えてやることができたら、そしてもし盗まれた金が一部でも残っているようだったら、主任をはじめ信者たちもどれほど喜ぶだろう。そう思うと、なんだか自分が劇中の人物になったような気がして、異様な興奮を覚えるのです。だが、もう少し様子を見て、この男が本当にあの時の泥棒かどうかを確かめる必要があります。人違いをやっては大変ですからね。しばらく待っていますと、彼は人だかりを離れてぶらぶら歩き出しました。が、見れば二人連れなんです。私はその時まで気がつかずにいたのですが、さっきからその男の隣に同じような服装の男が立っていたのが友達だったと見えます。なーに、一人でも二人連れでも後をつけるに変わりはないと、私は見つからないように用心しながら、人混みのことですから、二三間の間隔で彼らの後からついていきました。あなたはご経験がありますか？人を尾行するのは実に難しい仕事ですね。用心しすぎれば見失いそうだし、見失うまいとすれば、どうしても自分の体を危険にさらさねばならず、小説で読むように楽なもんじゃありませんね。で、彼らが二三丁も行ったところで、一軒の料理屋へ入った時には、私はほっとしましたよ。ところが、その時に彼らが料理屋へ入ろうとした時にですね、私はまたもや大変なことを発見したのです。というのは、二人のうちの泥棒でない方の男の顔が不思議じゃありませんか。あの時、泥棒を捕まえてやろうと言ったもう一人の巡査にそっくりだったのです。いや、待ってください。それでもう分かったなんて、いくらあなたが小説家でも、そいつは少し早すぎますよ。まだ先があるのです。もうしばらく辛抱して聞いてください。さて、二人の男が料理屋へ入ったのを見て、私はどうしたかと言いますと、これが小説だと、その料理屋の女中にいくらか握らせて、二人の隣の部屋へ案内してもらい、襖に耳を当てて、話し声でも聞くところなんでしょうが、滑稽ですね。私は、その時、料理屋へ上がるだけの持ち合わせがなかったのですよ。財布の中には、汽車の往復切符の半分と、確か1円足らずの金しか入っていなかったのです。そうかといって、あまりに不思議なことで、警察へ届けるという決断もつかず、また、そんなことをしているうちに逃げられるという心配もあったものですから、ご苦労様にも、私は料理屋の前にじっと張り番をしていました。そうしていろいろと考えてみますと、どうもこれはあの時最初に来た巡査が偽物だったと同じように、後から来た巡査もあの泥棒を捕まえてやると言った方のですね。それも偽物だったと見るほかはありません。実にうまく考えたものですね。前の半分はよくあるやつで、さして珍しくもないでしょうが、あと半分、つまり偽物の次にまた同じ偽物を出すという手はいかにもよくできてますよ。同じからくりが2つも重なっていようとはちょっと考えられませんし、それに相手がおまわりさんですから、今度こそ本物だろうと
誰しも油断しまさあね。こうしておけば本当の警察に知れるのはずっと後になり、十分遠くまで逃げることができますからね。ところが、そう考えてふと気がついたのは、もし奴ら二人が同類だとすると、ちょっと辻褄の合わない点があることです。そうですよ。その点ですよ。教会の主任は、あれから警察へたびたび出頭したのですから、後の巡査が偽物だったらすぐわかるはずです。さあ、私は何が何だかさっぱりわけがわからなくなってしまいました。1時間も待ったでしょうかね。やがて二人は赤い顔をして料理屋から出てきました。私は無論彼らの後をつけました。彼らは盛り場を離れてだんだん寂しい方へ歩いていきましたが、ある街角へ来るとちょっと立ち止まってうなずき合ったまま、そこで二人は別れてしまったのです。私はどちらの後をつけたものかとだいぶ迷いましたが、結局金を持って行った方の、つまり最初に発見した男を尾行することにしました。彼は酔っているので、いくらかひょろひょろしながら町外れの方へと歩いていきます。あたりはますます寂しくなって、尾行するのがよほど難しくなってきました。私は班長も後ろからなるべく軒下の影になったところを選んで、ビクビク者でついていきました。そうして歩いているうちに、いつの間にかもう人家のないような町外れへ出てしまったのです。見ると行く手にちょっとした森があって、中に何かの社が祀ってある、鎮守の森とでも言うのでしょうね。そこへ男はどんどん入っていくではありませんか。私はどうやら薄気味が悪くなってきました。まさかあいつの住まいがその森の奥にあるわけでもありますまい。いっそ断念して帰ろうかと思いましたが、せっかくここまで尾行してきたのを今さら中止するのも残念ですから、私は勇気を出してなおも男の後をつけました。ところが、そうして森の中へ一歩足を踏み入れた時です。私はぎょっとして思わず立ちすくんでしまいました。ずっと向こうの方へ行っているとばかり思っていた男が、意外にも大きな木の幹の後ろからひょいっと飛び出して、私の目の前に突っ立ったじゃありませんか。彼はずるそうな笑いを浮かべて、私の方をじっと見ているのです。そこで私は今にも飛びかかってきやしないかと思わず身構えをしたのですが、度肝を抜かれたことには、相手は、いや、しばらくだったね、と、まるで友達にでも会ったような調子で話しかけるのです。いや、世の中にはずうずうしいやつもあったもんだと、これには呆れましたね。一度お礼に行こうと思っていたんだよ。と、そいつが言うのです。あの時は実に痛快にやられたからね。さすがの俺も、君んとこの大将には、まんまと一杯食わされたよ。君、帰ったらよろしく言っておいてくれたまえな。無論、何のことだかわけがわかりません。私はよっぽど変な顔をしていたと見えます。そいつは笑い出しながら言うのです。ははははは。さては君まで騙されていたのかい？驚いたね。あれはみんな偽札だったのだよ。いや、本物なら5000円もあったから、ちょっとうまい仕事なんだが、ダメダメ。みんなよくできた偽物だったよ。え？偽札だって？そんなバカなことがあるもんか。私は思わず怒鳴りました。ははははは。
びっくりしているね。なんなら証拠を見せてあげようか。ほら、ここに1枚2枚3枚と300円あるよ。みんな人にくれてしまって、もうこれだけしか残っていないんだ。よく見てごらん。上手にできているけれど、まるっきり偽物だから。そいつは財布から100円札を出して、それを私に渡しながら言うのです。君は何にも知らないもんだから、俺の居所を突き止めようとしてついてきたのだろうが、そんなことをしちゃ大変だぜ。君んとこの大将の身の上だぜ。信者を騙して巻き上げた寄付金を偽札とすり替えたやつと、それを盗んだやつと、どちらが罪が重いか言わなくてもわかるだろう。君、もう帰った方がいいぜ。帰ったら大将によろしく伝えてくれたまえ。俺が一度お礼に行きますと言っていたとな。そう言ったまま男はさっさと向こうへ行ってしまいました。私は3枚の100円札を手にして長い間ぼんやりと突っ立っていました。なるほど、そうだったのか。それですっかり話の辻褄が合うわけです。今の2人が同類だとしても不思議はありません。主任がたびたび警察へ様子を聞きに行ったなんて、みんなデタラメだったのです。そうしておかないと本当に警察沙汰になって、泥棒が捕まっては偽札のことがバレてしまいますからね。予告の手紙が来た時にも驚かなかったはずです。偽物なら怖くはありませんや。それにしても山師だったとは思いましたが、こんな悪事を働いていたとは意外です。先生、ひょっとしたら例の相場に手を出してしくじったのかもしれません。それでどこかから偽札を仕入れてきて、品人なんかに頼むと精巧なものが手に入ると言いますから、私や信者の前を取り繕っていたのかもしれません。そういえば、いろいろ思い当たる節もあるのです。よく今まで信者の方から警察へ漏れなかったものですよ。私は泥棒から教えられるまで、そこへ気がつかなかった自分の愚かさが腹立たしく、その日は家に帰っても終日不愉快でした。それからというもの、なんだか変な具合になってしまいましてね。まさか古い知り合いの主任の悪事を公にするわけにもいきませんから、黙っていましたけれど、なんとなく居心地が良くないのです。今まではただ身持ちが悪いというくらいのことでしたが、こんなことが分かってみると、もう一日も教会にいる気がしないのです。その後間もなく、他に仕事が見つかったものですから、すぐ暇を取って出てしまいました。泥棒の下働きは嫌ですからね。私が教会を離れたのは、こういうわけからですよ。ところがね、お話はまだあるのです。作り話みたいだというのは、ここのことなんです。例の偽札だという300円はね、思い出のためにそれからずっと財布の底にしまっていたのですが、ある時、私の女房が、こちらへ来てからもらったのです。その中の1枚を偽札と知らずに月末の支払いに使ったのです。もっともそれはボーナス月で、私のような貧乏人の財布にもいくらかまとまった金が入っているはずでしたから、女房の間違えたのも無理はありません。そして、なんとそれが無事に通用したではありませんか。どうです？ちょっと面白い話でしょ？え、どういうわけだとおっしゃるのですか？いや、そいつはその後、別に調べてもみませんから、
今もってわかりませんがね。私の持っていた300円が偽物でなかったことだけは事実ですよ。あとの2枚も引き続いて女房の晴着代になってしまったくらいですからね。泥棒のやつ、あの時実は本物の札を盗んでおきながら、私の尾行を逃れるために偽札でもないものを偽札だと言って私を騙したのかもしれません。ああして惜しげもなく放り出してみせれば、それも10円や20円のはした金ではないのですから、誰しもちょっとごまかされますよ。現に私も泥棒の言葉をそのまま信用してしまって、別段深く調べてもみなかったのです。しかし、そうだとすると、主任を疑ったのは実にすまないわけです。それからもう一人の泥棒を捕まえてやるといった巡査ですね。あれは一体本物なのでしょうか、偽物なのでしょうか。私が主任を疑った動機は、あの巡査が泥棒と一緒に料理へ上がったりしたことからですが、今になって考えてみると、あの男は本物の巡査でありながら、後になって泥棒に買収されていたのかもしれません。また、ひょっとしたら、職務上、ああして目星をつけた男と付き合って、つまり探偵をしていたのかもしれません。主任の日頃の行情が行情だったものですから、私はついあんな風に断定してしまったのですけれど、その他にもまだいろいろの考え方がありますよ。例えば、泥棒のやつ、偽札のつもりでうっかり他の本物を私に渡したと考えられないこともありませんからね。いや、結末が甚だぼんやりしていて、話のまとまりがつかないようですが、もし探偵小説になさるのだったら、このうちどれかに決めてしまえばいいわけですよ。いずれにしても面白いじゃありませんか。とにかく、私は泥棒からもらった金で、女房の晴着を買ったわけですね。